チェーンソーマンコラボでマキマさんが実装されたので、今回はアリーナで色々試してみました。まず射撃場でバーストゲージのチャージ速度を確認します。残り24秒でチャージが完了しました。チャージが速いセンチ、ジャッカルは残り1分ほどでチャージが完了するので、マキマさんのチャージ速度は遅めです。バーストを先打ちしたい対面でマキマさんを使うのは難しいかと思います。続いて、挑発が発動するまでの時間を確認します。危険ですので、安全な場所にいてください。戦闘開始から247フレーム、8.23 秒で挑発が発動しました。挑発発動までに少々時間がかかるので、サブタンクとして配置し、メインタンクの負担を減らすという使い方は難しいかもしれません。それでは、実際にアリーナで使用してみます。こちらは、タンクを2枚にして耐久力を上げた編成です。私の歌がこの場所に響き渡るように。不屈の効果により、こちらのバーストが発動するまで安定して耐えることができます。また、バースト発動のタイミングで挑発が発動するので、単体を対象とする持続系のバーストに強いかと思います。続いてショットガン中心編成との対戦です。こちらの編成は同じですが、ショットガンに狙われやすい右側にマキマさんを配置しています。こちらのスタン中も不屈で耐えているので、ショットガン編成に対して右側にマキマさんを配置するのはいいかもしれません。続いてタンクを3枚にしてさらに耐久力を上げてみました。当然火力が落ちますので、相性がいい相手でなければ勝つことは難しいと思います。我々を光を持ってお導きあれ。バースト3にタンクとなるような力がいないので、タンクを増やすとバーストが回らなくなるのも難点です。続いてマキマさんミラーの対戦です。たまには英雄ごっこも悪くない。静かにできる。これが私の一番弱い攻撃。止まらない。あなたの運命、私がもらいます。普通も絶望もない世界、ガーデン・オブ・シャングリラ。静かにできる。マシンガンに対してエマが強いので勝てましたが、タンクを3枚使っても時間いっぱい耐久できるというわけではないので、やはり現実的ではないと思います。続いてマキマさんは20回撃たれた時、味方全体にリロード速度バフをかけるので、
それを利用してリロード速度を 100% にしたアリスで殲滅する編成です。バーストチャージ速度が遅いのが難点ですが、スキルレベルが上がればマキマさん、フリバティ、リロード速度上昇キューブで 100% に達するので、アドミを戦地、ジャッカル、ハラントに変えれば改善するかと思います。続いて、ショットガンとアリスの攻撃的な編成との対戦です。危険ですので安全な場所にいてください。やはりバースト発動が遅く、ギリギリのタイミングでした。ここに全部注ぎ込みます。相手のアリスのスキルレベルが高かったら負けていました。以上のように、マキマさんのアリーナ性能としては、まずバーストチャージ速度が遅いので、速攻で全体大ダメージを打ってくる編成に弱いです。また、挑発が発動するまで時間がかかるので、サブタンクとして使用する場合、挑発前にメインタンクが落ちがちです。一方、アリス、シュガー、ラプラスなど、単体を対象とする持続系のバーストに強いという面もあります。また、悲撃しやすい位置に配置することで、リロード速度バフがほぼ常時発動するので、全体の DPS 上昇に効果があります。そして、回復性能は低いので、不屈が切れた後は脆いですが、こちらがバーストを発動するまで耐える役としては優秀かと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。